こんにちは、ポロロです。今回はドラママイホームヒーロー2話を取り上げます。予定通り11月1日で1話と2話は見逃し配信から外れてしまいました。残念、早すぎる。この動画であらすじを振り返るので、代わりに復習していってください。3話は11月8日までの配信です。今回から高橋恭平さん演じる人気キャラクター真島恭一が本格的に絡み始めます。アウトローな雰囲気を漂わせながらも、冷静に理知的な行動をしていて魅力的なんですよね。それに服装もヤクザやチンピラっぽくないから親近感が湧くというか、ただ彼は悪役ですからね。皆さんほだされてはいけませんよ。見た目まあかっこいいですね。このチャンネルでは放送中のドラマや感想、考察、ストーリーの振り返りを行っています。最近のドラマだとトリリオンゲーム、フェルマーの料理、ポケットに冒険を詰め込んで時をかけるな恋人たちを取り上げているので、よければご覧ください。ドラママイホームヒーローの原作、放送情報や配信については前回の動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておくので、今回ははしょります。ドラマの見どころもたっぷり語っているので、合わせてご覧ください。ではまずはストーリーの振り返りを行っていきましょう。行方不明となった半グレ組織の構成員、マトリノブト。手がかりを求め、ノブトと関係があったトスレイカの家を訪れたのは真島恭一。レイカが家を出たのを確認し、侵入を試みます。ピッキングによってドアを恥ずかしめ、恭一は部屋への侵入に成功しました。中では哲夫が一人残り、隠蔽工作に勤しんでいました。狭いアパートの部屋の中、バスタブでは死体が静かに朽ちつつありました。これを残して逃げるわけにはいきません。さて、どのようにこの窮地を乗り切るのでしょうか。恭一がバスルームを開けた時、そこでは一人の男が掃除をしていました。その顔面はマスクと帽子に覆われていますが、見るからに清掃員なので違和感はありません。清掃員は突然現れた恭一に驚きます。その男、変装した哲夫は出張サービスの鈴木と名乗り、自分は業者として部屋の掃除を任されていると話し、困惑の表情を浮かべます。ところで恭一は顔面が丸出しです。怪しまれるわけにはいきません。幸い彼の見た目はヤクザ風ではありません。恭一は友人に頼まれてスマホを探しに来たと言い訳をして、その場でノブトに電話をかけます。絶体絶命。電話が鳴ればノブトの存在が疑われることになります。果たしてスマホは鳴りませんでした。そこはさすが抜かりない鉄をしっかりと叩き潰していました。恭一が去り、麗華を見送った河川が戻ってきました。打ち合わせしていたら一貫の折でしたが、ここは運で乗り切ります。河川は鉄夫に頼まれて隠蔽に使う品々を買ってきました。ここから鉄夫のミステリー小説仕込みの仕掛けを使った死体の隠蔽が始まりました。彼は死体の処理に煮るという選択肢をしました。浴槽を改造し、鍋と働きを持たせます。改造にはアルミホイルや銅板、IH ヒーターなど様々なアイテムを用います。僕もよくミステリー小説を読みますが、トリックの全てが頭に入っているわけではないので、ノブトのホロホロ核には作れそうにありません。哲夫は執筆もしているだけあって、その知識はさすがの一言につきます。出来上がった巨大な鍋でノブトをグツグツ煮込みます。そうすると油が溶け流れ質量が減り、さらに加熱で体積が縮まります。コンパクトノブトの完成です。これを細切れにしてトイレに流すのですが、さすがに全部は流せません。トイレに詰まってしまいます。いやいや、量以前に固形物を流すのはそれなりにリスキーだと感じるのですが、先日カップ麺の残り汁もトイレに流してはいけないと知りました。一部の骨と肉をスーツケースに入れて持ち帰った鉄を、その量は約20キロ。簡単に処分できる量ではありません。骨は乾燥させて粉砕すればいいとしても、肉は腐ります。倫理的にも食べることもできません。いや、それ以前に人肉食ってプリオン病の恐れがあるので結構危ないんですけど、肉食動物を飼うとかダメかな。肉が腐って異臭を放し始めると発見されるリスクは格段に高まります。早めに処分しなければなりません。その頃河川は家の外にずっと同じ車が止まっていることに気づきます。ノブトが行方不明になったということで怪しまれ見張られているのです。哲夫は警戒しながら車で家を出ました。尾行はされませんでした。哲夫が向かった先はホームセンター。車を駐車場に止め、買い物に向かった隙に2人の男が近づいてきました。組織の人間、光一の仲間です。彼らは難なくトランクをこじ開け、中に入っていたスーツケースに手を伸ばします。これはまずいです。錠前に続き、スーツケースも恥ずかしめられます。勘が良ければそれがノブトだったものだと気づかれてしまいます。そもそもスーツケースに煮込んだ肉をぶち込んでいる時点で不審すぎます。ガチャリと敗北の音を出し、その中身をあらわにしたスーツケース。そこから出てきたのは意外でした。陽一が一人で過剰に怪しんでいるだけで、本当のところこの男は無関係なのでは。男たちの胸には懐疑的な感情が生まれ始めていました。買い物を終え、車まで戻った哲夫。彼は何者かがスーツケースを開けたことに気づきます。実はスーツケースの開口部にタオルをかませておいたのです。気づかずに開けて閉めるとタオルが噛まない状態になり、開封の痕跡が残るのです。やはり自分は怪しまれている。そしてそれは自分だけではない。現状、鉄を追跡せずに見張る班と、鉄夫の追跡をする班に分かれているようです。トスケ全員が見張られています。買い物を終え、家に戻った鉄夫。ホームセンターで買ってきたものは、鉢植えと土。
生ゴミを処分するときに使うバクテリアでした。ノブトをバクテリアに分解させるのです。鉄道によれば数日で分解できるのだとか。すごいですね。魚を食べた後の生ゴミってすぐに塩を発するし、いい肥料になりそうで便利ですね。作業の真っ最中、レイカが部屋のドアを開けます。慌てた鉄道と河川は、家庭菜園を始めるつもりとごまかしました。何も知らないレイカは、どうして部屋でと、至極真っ当な疑問を口にします。隠して、外で作業をすることになった鉄道たち。レイカも手伝うと手を挙げてくれました。優しい子です。どうしてノブトと付き合った？優しいからなのか？その頃、一家が庭に出たのを見やり、恭一が行動を開始しました。ノブト失踪の手がかりを求めて家に侵入したのです。庭に出た程度の隙での侵入はリスクがでかくない？そう思ったのですが、部下にトスケの行動を見張らせているので大丈夫です。恭一の勘は鋭く、やはりこの家族は何かを隠していると察します。決定的な証拠は見つけられませんでしたが、置き土産にコンセントタップ型の盗聴器を仕掛けて脱出しました。その日の夕方、河川を掃除している時に見慣れないそれに気づきます。すぐに盗聴器だと理解し、哲夫に見せました。哲夫はこれを逆に利用することを思いつきます。レイカは以前からストーカーに悩まされており、そいつがこれを仕掛けたのだろうという架空のシナリオを作り、あえて盗聴器の前でそれに沿った会話をしたのです。ノブトのことにも言及します。レイカの彼氏が行方不明になっているが、ストーカーが何かしたのではないか。なるほど。実在しない人物に罪をなすりつけたのです。しかし恭一はいまいち腑に落ちない表情を浮かべてそれを聞いていました。盗聴器を処分し、河川は鉄夫に問います。人を殺すの初めて？鉄夫は愕然としてもちろん否定します。よくこんなこと思いつくなーって。それはこっちのセリフです、河川さん。よくそんな質問を思いつきましたね。そして河川はノブトの処分を二人の共同作業と言い、パパパパーンと結婚式の歌を歌いながら手伝ってくれました。メンタルやば。ノブトの肉をゴロンゴロンと鉢植えに入れていきます。処理された人肉がしっかり映っていました。いや、フィクションだけどこれ地上波で放送するってすごいな。哲夫はそんな河川に涙を流しながら感謝し、ノブトをせっせと鉢植えに詰め込みました。いや、メンタルやば。というわけでドラママイホームヒーロー2話を振り返りました。主人公を演じる佐々木蔵之介さんのことはあらゆる映画やドラマで見てきたのですが、裏の主人公ともいえる恭一を演じる高橋恭平さんを俳優として見るのは初めてだったのでリサーチしてきました。高橋恭平さんはスマイルアップ所属のグループなにわ男子のメンバー。原作における真島恭一は20歳という設定ですが、高橋恭平さんはドラマ放送時点で23歳。半グレ組織のメンバーという役どころだからか肝が据わっており、一般的な23歳とは比較的ないくらい風格がにじみ出ていますね。今まで出演した連続ドラマが年下彼氏、メンズ校、地元に帰れない訳あり男子の14の事情など、どれも拝見したことがありません。僕がよく見るジャンルから外れすぎています。しかし、それだけに今回のサスペンスへの出演は挑戦的とも言えるかもしれません。今までと180度違う役、犯罪組織の一員ですからね。可能性あふれる若者の挑戦は応援したくなりますな。ところで、今までの連続ドラマはグループとしての出演ばかり。僕の調べでは、俳優高橋恭平としては今回は初めてのようです。並ならぬやる気で挑んでくれています。今回はドラママイホームヒーロー2話のあらすじと高橋恭平さんの連続ドラマ出演歴をまとめました。主演の佐々木蔵之介さんを差し置いて高橋恭平さんを紹介してしまったのですが、佐々木蔵之介さんはベテラン俳優さんですし、すでに皆さんとてもよくご存知ですよね。余談ですが、本日映画ゴジラ -1 を見てきました。公開初日のファーストショーです。佐々木蔵之介さんのご活躍も目に焼き付けてきました。誰かが貧乏くじを引かなきゃならない。そう言いながらゴジラに立ち向かっていく姿が渋すぎました。そして哲夫とは全然違うキャラクターを演じています。次に彼をスクリーンで見られるのは劇場版マイホームヒーローかと思うのですが、まあ楽しみです。公開初日を狙っていくぞ。それまでじっくりドラマを楽しんでいきましょう。ぜひ一緒に追っていただいて、本チャンネルのことも評価していただくと嬉しいです。X でも活動しています。現在のフォロワーさんが2400人、映画やドラマに関するポストを行っています。こちらはポストしたてほやほやゴジラ -1 の感想、仲良くしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いできますように。バイバイ。